どうも、PDR さんのゴミ箱へようこそ。皆さん、大変です。PDR さん、実は、ドラゴンボールアドバージ、飽きてしまいました。なので、今日をもって、ドラゴンボールアドバージ、引退します。はい。これ予約してたこと完全に忘れてて、箱開けて何かなと思って見た瞬間に、ってなりましたね。ドラゴンボールアドバージってなんかもう中身が分かってるから開ける楽しみがあんまりないんですよね。あとみんなこの同じ突っ立ってるポーズだけでちょっとつまんないですよね。まあこれ以上アドバージディスるのもあれなんで開けていきましょう。とても残念なことに最後のアドバージがドラゴンボールヒーローズのアドバージになってしまいました。ヒーローズあんまっていうか好きじゃないですね。9周年なんだね。やば。では開けていきますか。ガムが忘れてました。ガムという楽しみが残ってたということを。ラムネ味。はい、こちらドラゴンボール。誰だこれ。ドラゴンボールヒーローズのサイヤ人男アバターなんですけど、完全に悟空じゃん。オリジナリティのかけらもないし、見えるかわかんないですけど、なんか、傷ついてんだけど、ここ。ガムメタルクーラー。目がちょっとターミネーターみたいになって、普通に、これはかっこいいですね。スーパーサイヤ人4ベジータゼノなんですけど、ゼノが何なのかわからないし、普通のスーパー4とそんな変わんないですよね。手袋と服の色がちょっと違うだけで、皆さん、ゼノが何なのか教えてください。ドラゴンボールヒーローズとなんか関係してるんですかね。スーパーサイヤ人4ベジットゼノらしいんですけど、ダサい。身勝手のクソニートですね。クソニートのファンだったら、わあ、これはかっこいいなって思うんですけど、嫌いなんで。これ、ブロリーダーク、復活っていうらしいんですけど、ドラゴンボールヒーローズのファンには申し訳ないんですけど、どれもキャラのデザインが中学生が考えたんじゃないのかっていうぐらいダサいですね。最後のドラゴンボールアドバージ開封でした。ベジータとメタルクーラーさんは取っといて、後のやつは